安珍清姫。醍醐天皇の時代、紀伊の政子のあたりを、ある若くて美しい僧が歩いていました。名前は安珍。熊野へお参りに行く途中でした。夜になって安珍は近くの庄屋のうちに泊まりました。その庄屋には清姫という娘がいました。清姫は美しい安珍を見て一目で好きになりました。その夜、清姫は安珍が休んでいる部屋へ行きました。安珍様。清姫様、どうしましたか？仏様の教えを少し聞かせてくださいませんか？では、安珍は仏様の話を始めました。かわいい清姫が熱心に聞きましたから、若い安珍は聞かれるままに自分のことも話しました。そして二人は夜遅くまでいろいろな話をしました。清姫様、すみませんが、そろそろ寝なければなりません。私は明日の朝早く出発します。安珍様のお話をもう少し聞きたいです。もう一晩泊まりませんか？残念ですが。もう一晩だけ。すみません。熊野で約束がありますから。そうですか。では、戻るとき、またうちに泊まってください。ありがとうございます。では、そうしましょう。必ず、また来てくださいね。待っています。次の朝早く、安珍は庄屋の家を出ました。安珍は熊野で他の僧たちに会いました。安珍、どうしましたか？ぼーっとしていますね。すみません。数日前に泊まった庄屋で、かわいい娘さんとまた会う約束をしました。それが気になって。いけませんね。修行の邪魔です。帰りは別の道を通りなさい。はい。清姫はずっと安珍を待っていました。しかし、何日待っても安珍は来ません。変だと思って、清姫は熊野へ行きました。若くて美しい安珍という僧を見ませんでしたか？ああ、安珍さんはあちらの道から帰りましたよ。え？清姫は驚きました。清姫の家と反対の方向です。また来ると約束したのに。安珍様、どうして？清姫は安珍を追いかけました。清姫が日高川まで行くと、渡し船に乗っている安珍がいました。安珍様！清姫。裸足で髪を振り乱して走ってくる清姫を見て、安珍は怖くなりました。
船頭も清姫に気がつきました。知り合いですか？いいえ、知りません。早く言ってください。清姫は悲しくなりました。ハンジン様は私を裏切って逃げた。憎い。でも恋しい。憎い。会いたい。アンチン様。清姫は日高川に飛び込みました。その体はやがて蛇になって、口から真っ赤な嫉妬の炎を吐きました。アンチンは川を渡ると、近くの寺、道成寺へ逃げ込みました。すみません、かくまってください。どうしましたか？あれが。アンチンの後ろを見ると、恐ろしい蛇が火を吐きながら近づいてきます。寺の僧たちは急いで釣り鐘を下ろして、その中にアンチンを隠しました。やがて、蛇になった清姫が、道成寺の石段を登ってきました。僧たちは門を閉めましたが、炎がすぐに焼き尽くしました。蛇は寺中を探してから釣り鐘を見つけました。中からアンチンがお経を読む声が聞こえます。アンチン様、ここですね。蛇は釣り鐘に巻きついて火を吐きました。アンチン様。やがて、アンチンの声は聞こえなくなりました。恐ろしい蛇は、ゆっくりと日高川へ戻りました。道成寺の僧たちが釣り鐘を上げてみると、アンチンは釣り鐘の中で黒焦げになって死んでいました。和歌山県の道成寺に今も伝わるお話です。